うわ、これはいいな。やっぱり最後はバスコンかな。はい、無事つきました。このインバーターのリモコンの上、この辺に取り付けます。で、今回は木をくり抜いてはめたりせずに、このマグネットですね、後ろにつけてペタって貼り付けておきます。はい、取り付け完了しました。エアコンのリモコンはここにあったんですけど、バッテリーモニター移設したらちょっと邪魔だったんで、こっち側に変えました。で、ここもビスで売っています。ここボディのサイドなんですけど、板が入ってます。なんでビスが効きます。バッテリー残量が現在 80% ぐらいなんで、1回 100% に充電しておきます。充電完了したら出発します。充電器なんですけど、こちらもバトラー製の充電器が出ていました。なんとですね、これ、70A という超大電流が流れます。
元からこのキャンピングカーには未来車というメーカーさんの充電器が付いていましたが、こちら 20A ぐらいなんですよね。なので家庭用コンセントからこのバッテリーを充電してもだいたい 200W か 300W ぐらいしか充電できません。バトラの充電器は 14.6V 70A ということで 1000W で充電できます。倍以上違いますね。今回はもうこのキャンピングカーの中に常設にせずにお試しで使ってみます。バッテリーのプラスマイナスに接続して、であとはこちらアンダーソンコネクターですね。こちらでこんな感じで接続できます。で反対側っていうんですかね、こちら側はコンセントになっています。家庭用の AC コンセントですね。こちらに挿します。で今外部電源挿してますんで、このキャンピングカーは AC100V が使えます。こうやってバッテリー、充電器、モニターと同じメーカーで揃えられるのかなり安心しますよね。それではしばらく放置してバッテリーが 100% になったら出発します。今夜の23時です。富山県出発しました。明日の朝愛知県に行きます。キャンピングカービルダーエムザートさんから新しいキャンピングカーできたと連絡ありました。撮影してきます。その後同じ愛知県の違うビルダーさんなんですけど、このジル520に施工してもらいます。今日の準備中の時も使用したんですけど、オゾンファインバブルと水をきれいにするろ過装置、こちらを車体に穴開けてがっちり取り付けていただきます。今回どのぐらいの期間の車中生活になるか分かりません。車中泊スポットは温泉施設やどこか街の駐車場で車中泊します。かなり眠たくなってきましたんで、今日はここで車中泊します。現在深夜2時20分ですね。ここから目的のエムザートさんまでは1時間ぐらいで行けます。また明日朝早く起きて出発します。あれ、この車放置車両です。サービスエリアでもあるんですね。それでは車中泊のセッティングして車内でくつろぎます。少し疲れました。深夜だったので車がほとんどいませんでした。なので空いてるうちに距離伸ばしたかったんで3時間ほぼノンストップで進みました。おかげで愛知県内の朝めちゃめちゃ混むエリアは回避できました。もうこのまま寝ようかなと思ったんですけど、ちょっと今日結構汗かいたんでシャワーだけ浴びて寝ます。カセットガスでボイラーをつけて今お湯を作っています。ただ走行中エンジンの熱を利用してこのキャンピングカーはお湯を作ってくれます。もう結構熱いお湯ができていました。ではシャワー入ります。
さあ、それではもう歯磨いて寝ます。今日なんですけど、リアの荷物がすごいです。めちゃくちゃ多いです。この木の箱などは車中泊アイテムが入ってます。このジルに積んでいる車中泊アイテムと全く同じものをこの木の箱の中に入れています。明日エムズアートさんで新作キャンピングトレーラーを試乗し、そのままレビュー車中泊します。なので今回荷物がかなり多くなっちゃいました。でその横にあるのが、これがろ過掃除ですね。汚れたお水をきれいにしてくれます。でこっち側は手動の洗濯機で、これはラップポンサニーラップ式のお水がいらないトイレです。トイレのない場所で車中泊する場合はラップポンサニーをマルチルームに移動して使用します。今回シャワーのお水は約10リッターですね、使用しました。残り40リッターあります。ではもうこのままマットを敷いてここで眠ります。タオルケットなんですけど、すごい気持ちいいです。今現在車内の気温が 23.7 度、ちょうどいいですね。夏場はエアコンで冷房使用しますんで、電気何本あっても足りないという感じだったんですが、涼しくなってきたらキャンピングカーの電気が余りまくります。冬場は FF ヒーターがあるのでエアコンの暖房は全く使わないんですよね。 FF ヒーターは車の燃料を使用するのでほとんど電気使えません。一晩で2リッターぐらい消費して一晩中車内をポカポカにしてくれます。ただ月に1回30分程度使用しないと管にある燃料が古くなって故障の原因になるようです。自分よく考えたら今年の夏1回も FF ヒーター使ってませんでした。完全に忘れてました。冬本番になる前に使えるかまたチェックしておきます。それでは明日に備えて眠ります。おはようございます。3時間寝るつもりが4時間寝ちゃいました。もう朝食抜きでエムズアートさんに向かっています。はい、国道降りました。現在国道1号線走行しています。やっぱり混んでますね。久々に愛知県太平洋側来ましたが、9月後半ですがまだ暑いですね。昨日北陸から山走行してきたんで涼しい通り越して寒かったんですけど、太平洋側来たら暑いです。はい、エムズアートさん到着しました。これが新しいキャンピングカーというかキャンピングトレーラーです。これ K ナンバーなんですよね。すごいコンパクトで可愛いです。このノアで牽引して車中泊に行ってきます。はい、無事撮影終わって戻ってまいりました。ではジルの方に荷物の積み込み完了しましたんで出発します。すいません、ありがとうございました。失礼します。明日もですね、同じ愛知県豊橋市のビルダーさんに行きます。なので近くの温泉併設の車中泊スポット予約しました。一旦スーパー行って買い出しします。いやー、しかし富山県日本海側からこの愛知県の太平洋側に来ると人口の密度、車の量が桁違いに違いますね。その分何でもありますね。自分のどかな開けた場所で車中泊も好きなんですけど、こういった街中の車中泊も好きなんですよね。
本日の宿到着しました。極楽湯豊橋店さんです。駐車スペースがわからないので一回受付行ってきます。多分この車旅クラブ会員証がいると思います。持って行ってきます。はい、ここがカーステイで予約した車中泊専用の駐車場です。こんな感じの倉庫のすぐ横です。で、反対側先ほどまでここギリギリまで大きい車溜まってました。なんで結構駐車がシビアでした。店員のおばちゃんに案内してもらったんですけど、駐車終わった瞬間におばちゃんが拍手してました。自分が運転うまいんじゃなくて、ここに取り付けたアランドビューモニターのおかげです。これなかったら絶対無理でした。今日はもうこのステップ出さない方がいいですね。では先にお風呂入って、それからゆっくり車内でくつろぎます。いやー、気持ちよかったです。サウナはオートロウリュサービスで1時間に2回ロウリュありました。すごい広くて冷水器も2台あって、サウナ好きにはたまらない空間でした。露天風呂も5種類ぐらいあってかなり充実しています。料金少し高いんですけど、愛知県東側で車中泊予定の方はかなりおすすめなスポットです。YouTube でこの海外のドライブ動画見ながらゆっくりしていました。こういったスーパー銭湯や温泉施設、そのまま車中泊が一番好きです。動かなくていいですもんね。最高です。このバンドなんですけど、極楽湯さんのバンドになります。こちらはカーステイ車中泊専用のバンドで、店内のトイレを使うときはこちらを見せて入ります。でも今日はもうシャワー、マルチルーム使いませんので、多分ここのトイレを使うと思います。バッテリー残量ですが、現在 95% です。パトラのバッテリーはアプリで直接 Bluetooth でつながります。現在 95% 一緒ですね。DIY で取り付けたこの液晶モニター、問題なく作動しています。こうやって押していくと明るさ変えられます。一番明るいやつだったらやっぱりすごい見やすいですね。自分47歳なんですけど、どんどん目が悪くなってきて、こうやって明るいのは助かります。昔は暗くても全然見えていたんですけど、老眼になったりと、やっぱり年を重ねるといろんなところにガタがきますね。そんな自分語りは置いといて、バッテリーなんですけど、最新型に変えました。バッテリーはこのソファーの下に置いています。こことこっち側のソファーの下にももう一台同じ容量のものを置いています。バトラー1年間使って特にトラブルもありませんでした。超大容量の容量でコンパクトなのでお気に入りです。そして新作のバッテリーは容量 460Amph のままで
なんと自己発電機能が搭載されました。リチウムバッテリーは氷点下で充電すると著しく能力が低下してダメージを受けます。これが唯一のデメリットでした。でも自己発電機能があればバッテリーを温めて使えるようにしてくれます。これで弱点なくなりました。操作は何もしなくて OK です。ここの取説に書いてるんですけど、まず充電をしてからバッテリーの温度を検出します。で、温度が0度を超える場合はもうそのまま充電します。で、0度以下の場合は自己発電します。そして充電はしません。で、バッテリーの温度が5度まで上昇すると充電が開始されます。という流れになります。自己発電機能は搭載されましたが、なんと前のモデルと重さ、サイズ変わってません。素晴らしいですね。今回取り付けたモニターやバッテリーの詳細は概要欄にまだリンク貼っておきます。はい、いろいろ美味しそうなのも買ってきました。自分ちょっとやっちゃいました。卵あるのに、また卵買っちゃいました。ボケてますね、完全に。で、今日作りたいのがですね、肉巻き餃子です。昨日愛知県のスーパーで肉巻き餃子売っていて焼いて食べたらめちゃくちゃ美味しかったんですよね。これちょっと自分でも作れないかなと思って今回試してみます。肉巻き餃子はフライパンで作って、あとはもうサラダや豚汁など買ってきました。こちらは電子レンジで温めます。あれ、火が消えちゃいました。なんでやろ。ガスないですね。あ、やっぱないですね。空です。カセットガスがないんで、外にある LP ガスに切り替えます。外が怖くないところで良かったです。街中で明るいんで外に出るの全然怖くないです。自分車で生活するの好きなんですけどビビりなんですよね。困った性格です。まずはこのサイドのカバーを上げます。こっちが燃料タンクなんですけど、この横 LP ガスあります。これ新品でまだ使ってません。一応災害時も使えるように常備しています。でここのガスの栓を開けます。そして車内にあるこのカセットガスと LP ガスの切り替えをします。上がカセットガスですね。まずこっち側を閉めます。で LP ガスボンベ、こっちですね。これを開きます。さあ、そしてガスのスイッチと警報器、電源入れました。これで LP ガスに切り替わって火がつきます。あ、つきましたね。うわ、美味しそう。ビール飲みたくなりますね。それではいただきます。あ、これ何もつけてないのに美味しい。
噛んだら肉汁がじゅわーっと出てきて、で牛肉と合うんですよね。餃子ニンニクもすごい効いてます。あとはニラ、玉ねぎ、すごい香ばしくてなんぼでもいけそうです。こっちも美味しいな。豚肉の脂が餃子のタレに染み込んでめちゃくちゃ美味しくなってます。牛肉の方はさっぱりしていて、こっち側はこってりとした味わいです。これ両方何もつけずに美味しいですね。普通の餃子も美味しいですけど、お肉巻いたらまた違う美味しさがあります。ごちそうさまでした。ちょっとゆっくりしていたらもう深夜1時になっちゃいました。なんか YouTube とか見てたら時間経つの早いですね。では片付けて寝ます。もうフライパン油ギトギトです。軽く拭いて食洗機に洗ってもらいます。食洗機に入るように小さめのフライパンにしています。この蓋も入るように折りたたみ式の蓋にしました。はい、スピードの29分コースでいきます。でお水は残り半分ぐらいですね。現在30リッターちょっとあります。じゃあ食洗機洗ってもらってる間に自分は歯磨きしてベータ展開してもう寝る準備します。はい、寝る準備完了しました。もう食洗機の方は洗い終わって今乾燥になってます。今マックスファン回しますんで一番弱くしてもう一晩中つけておきます。この食洗機の湿気が車内に充満すると思いますのでマックスファンで換気しておきます。明日でまたこのキャンピングカーが激変します。最近よく使用していたろ過掃除ですね。グレータンク生活用水排水したお水をまた浄化してきれいにする装置です。それも下台に穴開けて設置してもらいます。今までは穴開けずに使っていたので毎回セッティングが必要でした。外に行ってセッティングも必要です。結構面倒だったんでだいぶ楽になります。いやもうほんと楽しみです。で明日お昼施工なのでそれまで時間あります。周辺の道の駅で観光したり近くの河川敷や公園などでリモートワークしながらのんびり過ごします。それではおやすみなさい。おはようございます。爆睡でした。もう10時です。チェックアウトは11時なんでぼちぼち用意していきます。車内の温度 24.6 度、外気温25度ですね。マックスファン回していたんで外と中がほとんど同じ気温になりました。この季節はクーラーなしで風を循環させるだけで快適に眠れるので電気の節約になります。今照明とマックスファンだけ回している状態で 23W 発電されています。バッテリー残量は 88% です。もう全然問題ない量です。食洗機の食器もう乾いてます。綺麗に油も落ちています。
今10時9分ですね。まだ50分ぐらいあるんですけど、もうチェックアウトしてどこか景色のいいところで朝ごはんいただきます。ギリギリかなり空いてるんですけどね、真横に車が止まっていました。こっち側もかなり余裕あるんですけど、なんでなんですかね。この倉庫側はもう何もないんで、できるだけ白線ギリギリまでよしといてよかったです。この隣の車はこっち側寄りじゃなくて、このキャンピングカー寄りに止められてるんで、もう自分がもしこっちが止めていたらドア開かなかったかもしれません。なのでやっぱりこういうことも想像して反対側に寄しといて正解でした。ここのカーステかなりいいんですけど、駐車場めっちゃ広いんで、もうこの温泉側じゃなくて端っこ向こう側でもいいですよね。好きなところ選ばせてくれたらさらにいい車中泊スポットになりそうな気がします。ではこのバンド返してきます。温泉施設に泊まると朝もう一回入りたくなりますね。小倉久さん、ありがとうございました。また来ます。さあ、街中で過ごしたんで、次は自然の方に行きたいと思います。景色のいいところで朝ごはんいただきます。のどかな畑の真ん中を走っています。こうやって好きなところすぐ移動できるのは車旅の醍醐味ですね。橋の下ですごいいい場所ありました。影になるとこ止めてきました。でちょうど向こう側が山なんで景色良さそうです。すぐ横サッカーグラウンドあって、向こうにも駐車場があります。で反対側もまだバーってまっすぐ行けて、向こうも駐車場ありますね。で簡易なんですけどトイレもありました。自己責任になりますが、ここも車中泊できそうですね。ただ夜はめちゃくちゃ怖いと思います。愛知県も東の方、静岡寄りになってくると結構自然豊かで、こういった場所もあるんですね。いろいろ車中泊スポット開拓できそうですね。窓両方開けたら風が抜けてすごい気持ちいいです。もうせっかくなんで誰もいないんで、このドア開けて、ドアも網戸にします。いや最高ですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。こういった場所って普段生活してるとなかなか気づかないんですけど、車中泊やりだしてからたくさん発見できるようになってきました。特に Google マップとか眺めていると見つけやすいですね。ストリートビューなんかもうその場に行ったような感じで見ることができますんで、知らない土地でも比較的すぐに見つかります。そしたら朝ごはんにします。卵は結構余ってますんで卵を使います。ほとんど余りもんですが美味しそうにできました。それではこの大自然見ながらいただきます。外フライパンで焼いたんで、パンの外カリカリです。で中がですね、これ
チーズがトロトロで豚肉に絡んでめちゃくちゃ美味しいです。車内なんですけど、外でキャンプ飯を食べてる気分です。これ豚汁なんですけど赤味噌なんですね。やっぱり愛知県は赤味噌ですよね。めっちゃ美味しいです。はい、ごちそうさまでした。ではまた食洗機に突っ込みます。このフライパン、だし巻き卵用のフライパンなんですけど、これもこの食洗機にぴったり入るサイズを探しました。何種類かフライパンとフライパンの蓋あるんですけど、全部食洗機に入るサイズをチョイスしています。いや、ちょうどいい気温の風が通り抜けていて気持ちいいです。じゃあこのままここでしばらくパソコンリモートワークして、お昼過ぎ時間が来たらキャンピングカービルダーさんへ向かいます。ここからもう10分ぐらいです。ここですね。ファミマの横、キャンピングカー並んでます。はい、キャンカーサービスさんに到着して、もう早速施工をしていただいています。もうすごい手際が良くて、早速もうこのオゾンファインバブルですね、このハッチのところにつけていただきました。そして次はろ過装置、こちらも設置してもらいます。この車体下に汚水タンクあるんですけど、今はこの管が通っていて、ここからろ過装置に入ってお水をきれいにしていました。でも今回からはこの汚水タンクですね、ここから直接車体下穴開けて車内に取り込みます。リアのサイド、もともとここに清水タンクがありました。これなんですけど20リッターのタンクです。ソファー下の60リッターの生活用水タンクと別に20リッター先ほどのタンクがあったんですけど、もうろ過装置使うならこの20リッターのタンクここいらないんで、ここにろ過装置つけてもらいます。はい、ジルの床貫通しました。こんな木でできていました。このバスコンなんとですね、事務所の待合室に使っているそうです。なのでこちらで休憩します。お邪魔します。めちゃくちゃいいですね。ここにダイネットソファーでサイドソファーもありますのでテーブルを囲めます。で、運転席とこの助手席の間、めちゃくちゃ広々しています。で、このソファーもね、斜めになっていって、よくキャンピングカーとかである直角なソファー、それじゃなくてすごい座り心地もいいです。ここに冷蔵庫とシンクがあって、でこれはクローゼットですかね。一番最後部リアのところにリアベッドがあります。これもねすごい広くて、もう大人2人余裕で眠れると思います。いやー、いいですね。やっぱり最後はバスコンなんですかね。キャブコンが狭く感じます。照明のスイッチここに集中しています。つけていきます。それでは完成するまでここで待っときます。あとは頼むでしっかりつけてね。はい、取り付け完了しました。で今回ですね、このバスコンの方で休憩させてもらってたんですけど、なんとキャンカーサービスの社長さんが使っていいよと言ってくれたんで、今度これで1週間ぐらい車中生活してみます。こちらはまた動画配信します。話していたら盛り上がって遅くなってしまいました。北陸方面へ向かいます。もうこのまますぐに高速道路を入って早めにパーキングエリアかサービスエリアで車中泊します。車内で疲れとって明日の朝早くまた出発します。はい、もうすぐのパーキングエリアに入りました。一番端空いてましたんでこちらで休憩します。外の方は涼しいんですけど、今結構エンジンの音で騒音まみれなんで、もう窓は閉めてクーラーつけます。今日は微妙に汗かいたんで、もうパパッとシャワー先に入ります。生活用水タンクには残り約30リッターあります。ただ10リッター20リッターぐらいはその傾きによってポンプがうまいことはまらなくて水が吸い上げられないことが多いので、もうそろそろなくなりそうです。とりあえずシャワー1回分はいけると思いますんで、一旦シャワー入ってから、その後今日施工してもらったオゾンファインバブルとろ過装置使ってお水を増やします。それにしても
今日施工していただいたキャンカーサービスさんすごかったです。今回作業も結構見させてもらったんですけど、やっぱりプロの手際は全然違いますね。自分もたまに DIY しますが、今回の施工は自分だったら3日ぐらいかかりそうです。それが 3,4 時間で終わってしまって、本当プロってすごいなと思いました。で、このろ過装置を排水タンクにつなぐホース、管っていうんですかね、それを通すためにこのキャンピングカーの床に穴開けました。で、くり抜いた木がこれなんですけど、こんだけなんですね。キャンピングカーの床って、この木の厚みだいたい2センチぐらいですかね。で、こっち側がフローリングのクッションマットなど引いてる方です。で、反対側見てください、これ。こういった塗装してるだけなんですね。こっち側が下になるんで、外に触れてる方です。これで水とか弾いてるんですね。なんか洗車の時とか床にバーって水かけてますが、これだけだったらなんか木に水染みそうでちょっと怖いですね。まあでもプロのビルダーさんが採用されてる施工なんで問題ないと思いますが、少しびっくりしました。で、キャンカーサービスさんにこんなんですねって聞いたら、このリアだけだそうです。このダイネットの方は下に断熱材とかもうちょっと分厚い素材が入っているそうです。ここはキャンピングカーでも荷室扱いだそうです。なので居住する場所よりも断熱が薄いそうです。確かに後ろ冬めちゃくちゃ寒くなるんですよね。理由はこういうことでした。いろいろ勉強になりました。シャワー入ってお水がだいぶ減ってきました。もう残り20リッターぐらいですね。明日の服がなくなってきました。なので洗濯します。このままだったらお水なくなる可能性ありますんで、早速このろ過装置でお水を復活させます。これが今回施工してもらった車中生活最強のアイテム、ろ過装置です。この奥ですね、ここに車体穴開けてもらいました。で、ここに管通して外にある汚水タンクにつながっています。汚水タンクから水を吸い上げて、まずはこの残細フィルターという大きいフィルターですね。ここに髪の毛とか大きめの食べ物とかあればここで取り除かれます。で、その後この中に入って様々なフィルター通ってきれいな水、純水になります。で、ここにスイッチがあります。早速スイッチを押します。はい、これでろ過が始まりました。今吸い上げられて、ね、残細フィルター通って中のフィルター通ってで最後純水、ここのホースに出ます。で、ここ通ってでここを通ってでシャワー室、マルチルームの裏通ってこのサードシートの下にある生活用水タンクに純水が戻ります。ちょっとせっかくなんで開けてみます。あ、この管ですね。これがシャワー室、マルチルームの裏から通ってここに来て、でこのハチですね、ここに穴が開いていてタンク内に戻されます。全部で約63リッターです。水が入っていってる音がします。ボタン一つで水が生成されるってもう最高すぎますよね。そして前回久々2週間ぶりぐらいですかね、その時に使った時にすごい匂いがしたんですよね。ろ過された綺麗な水なのにすごいなんか異臭というか生臭い匂いがしました。で、それメーカーさんに聞きました。で、2つの対策があるようです。で、1つは新たに装置をフィルターっていうんですかね、この活性炭フィルターっていうのを追加してくれました。こうすることにより万が一匂いがしてもこのフィルターで匂いや菌がなくなるそうです。で、もう1つはですね、これ自分が悪いんですけどクリーニングをした方が良かったそうです。というのもやはりですね、2週間ぐらい空くとここの管汚水なんですよね。で、この中も汚水でろ過されるまでは汚水成分が結構あります。で、それが2週間のうちに腐って発酵したりとかして嫌な匂いがしたのが原因だそうです。なので長期間2週間以上乗らない場合はまず下の汚水タンクの水を全部抜いてからで綺麗なお水をこうやって出しておきます。約10リッターぐらい出すそうです。そうなると汚水タンクにはもう汚い水はなくなって綺麗な水が10リッターだけになります。で、その状態でろ過フィルターを回すそうです。で、そうなるとこの管のとこも綺麗なお水が通ってる状態になります。
で、その綺麗なお水も言うたら2週間とか3週間放置すると水って腐ったりとかしますよね。で、そのお水を2週間3週間と長期間臭くならないように綺麗にしてくれる装置がオゾンファインバブルです。これも前からちょっと使ってたんですけど、今回も常設できるように設置してもらいました。このハッチの右がこっちについてるのがオゾンファインバブルの配線です。で、これも電源いるんですけど、このバッテリーのインバーターから配線はわしてもらって、この中通してもらって、で、この中来て、ここに AC コンセントあります。これで使用することができます。スイッチはこのソファーの側面です。ここですね。これを押せばもう動きます。なので、このソファーした状態でここ押せば動くんで、かなり使い勝手良くなりました。流れとしては、ろ過された純水がこのタンクの中に戻って、そしてこのスイッチを押してオゾンファインバブルを生活用水タンクの中に発生させます。で、ファインバブルっていうのはすごいちっちゃい泡で汚れを落としたり殺菌効果があるようです。そしてもう一つ、オゾンは消臭効果や同じく殺菌効果などあるようです。この2つで長期間水が腐らないようになって消臭効果も生まれて、キャンピングカーでも水が長期保存可能になります。聞くところによると、オゾンファインバブルで満たされた水は手洗う時ですね、生魚とか触って生臭い匂いがついても石鹸なしで洗うだけで匂いが取れるそうです。この辺は本当にそうなのかとかは実際に使いながら試していろいろ検証していきます。もう本当に夢の装置を手に入れた、最強のアイテムを手に入れた気分です。はい、ちょっとお水が戻ってきましたね。だいたい今27リッターぐらいです。やっぱり時間はかかるようです。オゾンファインバブルも30分ぐらい回さないといけませんので、もうスイッチを押しておきます。はい、これで作動しました。このろ過装置とオゾンファインバブルで消費電力どのぐらいなんでしょうか。一回調べてみます。はい、これインバーターのモニターなんですけど、現在 110W ですね。エアコンとテレビ消したんで、今現在オゾンファインバブルとろ過装置の2つしか使っていません。思ったより省エネですね。ではお水が戻って洗濯するまで時間ありますんで、もうちゃちゃっとご飯食べます。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。もうウエットティッシュでお皿拭いて固形物などは取りましたんで、あとはもう食洗機に突っ込みます。お水がご飯食べてる間にかなり増えています。さっき27リッターぐらいだったんですけど、もう45リッターまで増えています。これならもうバンバン使えますね。そういえばろ過されたお水どのぐらい汚れてるか一回調べてみます。匂いはありません。次はこちらの機械で計測します。これは水の汚れがわかる装置です。計測します。はい、出ました。60ppm です。普通の家庭用のお水がだいたい70から120ぐらいなんで、家のお水より綺麗ですね。このろ過装置を通っただけのお水ならもっと ppm が低くて10とかそのぐらいです。オゾンファインバブルでその無数の泡がありますんで、数値が上がっているんだと思います。とりあえず匂いもないし綺麗なお水ということが分かりました。もともとはシャンプーしたり食洗機で洗ったお水なんでかなり汚れてると思います。それでは明日から着る服がなくなってしまったんで洗濯機試します。洗濯機前は電動の小型タイプ使っていたんですけど、今回は手動ドラム式洗濯機試します。
これ面白い形してますよね。まるで地球儀のような洗濯機です。これは俺たちの三幸さんから出ている手動ドラム式洗濯機です。楽天で買いました。結構ね高くて12,800円。なぜ高いのに買ったかと言いますと、今まで車中生活で洗濯いろいろ試しましたが分かりました。一番大事なのは水の量ですね。これは少ない方が絶対いいです。いくら今回から無限に水が使えるからといっても入れるのにすごい時間かかるんですよね。キャンピングカーのお水の水量はこんなもんです。マックスでも。シャワーもそうなんですけど、水流が少ないのは節水するためです。やっぱりキャンピングカーは水が貴重ですからね。横にくるくる回るタイプの洗濯機よりこのドラム式ですね、こっちの方が圧倒的に水が少ないことが分かりました。そして少ない量で衣類を叩きながら洗ってくれるんでよく落ちます。もう車中生活にぴったりです。本当は電動タイプがいいんですけど、これなんか3分回すだけでいいみたいなんで、一回どのぐらい手間なのか今日試してみます。これなんと脱水もできるんですよね。で今日はですね、洗剤新しく買いました。これはすすぎのいらない洗剤なんで、さらに水の節約になります。はい、半分ぐらい埋まりました。こんなもんですかね。ズボンと T シャツ2枚と下着セットです。これで1回やってみます。で給水なんですけど、ここに線があって、これ抜いてこれを刺してで水道に入れるんですけど、今回何リッター使ったか知りたいんで、これで測っていきます。だいたいこれ1杯2リッターです。あ、こぼしちゃった。あ、しかも下に落ちてる。これ脱水の時に使うその下の線なんですけど、ちょっと開いたままでした。はい、衣類が隠れるぐらいまでここですね入りました。だいたいこの「はい」ってあるんですけど H ですね、ここまでのちょっとしたぐらいです。これで8リッターぐらいでした。はい、洗剤 20ml ですね、規定量入れます。さあうまくいくでしょうか。はい、これでスライドしてロックします。あとはこのストッパーを引いてレバーをつけて回します。ちょっと重いですね。でも1回回り出すとそんなにしんどくないですね。じゃあこれで3分間回します。はい、3分間回しました。逆したりとかして交互にしました。3分ぐらいならなんとかできるかなという感じです。じゃあ次は脱水します。ホースが短かったんで、もうこっち側のキッチンの上に乗せました。本来だったらマルチルームとかですね、そういうとこで排水するのが一番手間はなさそうです。でここにあるレバーを引きます。で勢いよく出ますんで、もう軽くだけ引きます。そうすると出てきましたね。はい、お水ができました。で次はこのレバーを上につけるみたいなんで、ここじゃちょっとできないんで、やっぱりマルチルームですね。サイズ的にはギリギリ入りました。でちょっと自分抜け毛の多い年頃なんで、もし見えてたらすいません。一旦脱水してみます。次はこのハンドルレバーを上につけます。で回します。で遠心力で外に張り付き脱水できる仕組みです。ちょっと脱水を早くすると暴れるような感じがあります。でこっち側の手で押さえないといけません。あんまり早くできないですね。さあどうでしょうか。脱水できてるでしょうか。脱水はある程度されてますが、ちょっとやっぱりまだ含んでる感じがしますね、水が。でも最低限の脱水って感じですね。あんまり強くしたらすごい揺れるんですよね。で強くした方が水はよく脱水できるんですけど、悩ましいところです。はい、これで明日着る分もできたんでゆっくり眠れます。今日はこのモニターに宇宙とか流しながら眠ります。テレビ輝度変えれますんで暗くしておきます。これはいいですね。熟睡できます。しかしろ過装置と
オゾンファインバブルの組み合わせいいですね。こんなに車中生活向きな装備なかなかないです。画期的です。洗濯物、シャワーも水気にせず何日でも生活できます。これ災害時はかなり頼りになりますね。このキャンピングカー、ソーラーパネルが200ワットぐらいと少し容量ちっちゃいので、もうちょっと強化したいです。おじさんの欲望が収まりません。正直楽しいです。それではもうちょっと暗くして眠ります。あれ、嘘。びしょびしょ。結構水が滴り落ちてきています。これはもうちょっと脱水しないとダメですね。ちょっともう眠たいんでマルチルームに干しておきます。いや、なかなかベストな洗濯機見つからないですね。ごちそうさまでした。それではもう出発の準備します。昨日ずっとエアコンつけていました。で、バッテリー残量が現在 65% ですね。で、バッテリー残量合ってるかチェックしておきます。で、一つのバッテリー、こちらがですね、それがバッテリー残量が 63%。で、もう一つこちら側のバッテリーが 68% なんで、この2つですね、の合計中間ぐらいをこのバッテリーモニターは表示してくれます。なので問題ないと思います。一番正確なのはこの Bluetooth でバッテリーと直接スマホがつながっているこの数字が一番正確なので、このバッテリーモニターも Bluetooth でバッテリーとつながっていて、その2つのバッテリー残量が常時リアルタイムで見れたら一番いいですよね。またこの辺はメーカーさんが改善されてきたら使ってみたいと思います。で、今回サブバッテリーとバッテリーモニターが同じメーカーバトラーさんになったことにより安心感があります。やっぱり違うメーカーだと誤差があったりとか相性が悪い場合もあります。その辺の心配がなくなったのは良かったです。あとはこの最新リチウムバッテリーバトラー製の自己発電機能ですよね。今年の冬試してみたいです。いつもは車内が氷点下になった時はもう充電されないようにソーラーパネルを接続切ったり走行充電の接続も切っていました。その手間がなくなったのは嬉しいです。やっぱりですね、うっかりそのまま充電しちゃったりすることもあると思います。バッテリーの損傷、劣化が防げるのはすごく助かります。そして洗濯物なんですけど、窓開けていたんで下着などは乾いていましたが、こういったズボンとかはちょっとまだ湿気ています。引き続きマルチルームで乾燥させていきます。今回洗濯で使ったこのすすぎのいらない洗剤めちゃくちゃ良かったです。車中生活にはぴったりです。そして新しく導入したサンコーさんの手動ドラム式洗濯機なんですけど、少ない水で洗えたのはすごく良かったです。電気も使わないのも良かったです。ただですね、結構3分長かったです。やっぱり使ってみないと分かんないことって本当多いですよね。で、あとちょっと大きさも気になりました。災害用としてはもうこれ以上ない洗濯機なので家に置いときたいと思います。まだまだ洗濯機探しの旅は続きそうです。そして今回キャンカーサービスさんに初めて行っていろいろキャンピングカーの相談していました。そしたらなんとこの JIJI520 の一部をリフォームしてくれることになりました。一番やりたかった施工です。このマルチルームなんですけど、シャワーでも使いたいしトイレでも使いたいんです。で、そうな時にこのポータブルトイレの移動が手間になってきます。今はここに置いて移動させて使っています。幸い最新の軽量型なんでそんなに重くはないんですけど、やっぱり面倒ですね。なのでここぶち抜いてですね、スライド式でトイレの出し入れできるようにしようと思ってました。これ1年ぐらい前からずっと考えていて、動画でも何回かお伝えさせてもらってたんですけど、なかなか自分の DIY 技術がなくできていませんでした。このトイレが出し入れできます。で、今度ですね、日本特殊ボディさんのキャンピングカーをコピーをプロデュースさせてもらうんですけど、その時もこのスライド収納のトイレを採用しようと思ってます。一回自分のキャンピングカーにつけてみて、使い勝手を実際に試して、そのプロデュースキャンピングカーにブラッシュアップしたスライドトイレ収納を採用したいと思います。そしてあとはキャンカーサービスさんの
バスコンですよね。バスコンで車中生活します。これも本当楽しみです。特に走行面でバスはかなり安定していて乗り心地もいいそうです。もう知ってしまうとキャブコンに戻れなくなってしまうかもしれません。楽しみですが怖さもあります。それでは出発します。